こんにちは、ハルトです。9ナースリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。こうやって頭の中を言語化するは、ヒュガボ訓剤による現代的なコミュニケーションと自己表現の知難数です。本書はビジネスシーンや日常生活で頻繁に求められる自分の考えや思考を分かりやすく他人に伝える技術に焦点を当てています。多くの対話や議論、プレゼンテーションの現場までうまく言葉にできない、伝えたいことがうまく伝わらないと感じたことは誰しもあるでしょう。本書はそんな悩みを持つ人のために思考の可視化や言語化のメソッドを実験的かつ分かりやすく解説します。著者が実施の企業研修やコーチングを通じて配った豊富な知見と具体的なエピソードにより、読者は自分の中にある曖昧なイメージやアイデアをスムーズに言葉へと変換する数を学ぶことができます。特に時代が求める伝える力ら説明する力へのアプローチが簡潔かつ使用的にまとめられているのが大きな特徴です。頭の中に住むモヤモヤや直感を意図した通りに相手に届けるための思考整理書と言語化力を高めるエクササイズがぎっしり詰まった一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、言語化の重要性と現代社会における必要性。本書の出発点は、なぜ言語化が必要なのかという問いかけです。現代社会では情報の流通量が膨大になり、他者と意見を交わす機会も増えました。そのため、自分の考えを的確にこの場で表現できるかどうかがコミュニケーションの質や人間関係、さらには仕事の成果に直結します。著者は適切な言語化ができないと、相手との誤解や摩擦、主体性の潜入につながることを強調しています。また、言語化の力は自分自身の思考整理や客観的視点の獲得にも役立ちます。自分の意見を論理的に展開することで、問題解決力や想像力も格段に向上するのです。現代社会を生きる上で不可欠となった言語化力の重要性を本書で再認識できます。次に、言語化のプロセスと実験的ステップ。頭の中の曖昧なアイデアや感情を言葉にするには具体的なステップが求められます。著者はまず、自分が本当に言いたいことは何かを明確にすることが大切だと説きます。その上で、なぜそう思ったのか、相手に伝えるべき背景や前提は何かといったポイントを整理していきます。これらを段階的に落とし込みながら、複雑な内容もシンプルにまとめる方法が解説されています。また、アウトプットを意識した思考整理の仕方や言葉の選び方の工夫、論理的な構成の作り方など、実験的なテクニックが豊富に紹介されており、今日からでもすぐ使えるノウハウとなっています。さらに、言語化力を高める習慣とトレーニング、スムーズな言語化には日々のトレーニングが欠かせません。本書では日常生活の中で頭の中を頻繁に言葉にしてみる習慣をつけることを推奨しています。例えば、日記を書いたり、読書メモを取ったりすることで、自分の感じたことや考えたことをアウトプットする機会が増えます。また、他者と意見交換を行うことで、自分の言葉がどれだけ伝わっているかをフィードバックとして受け取り、自分の言語化力の伸びを実感できます。日々の小さな積み重ねが大きな成長につながることを具体的な自力をもとに説明しています。そして、伝えたいことを確実に届ける技術、言語化には正確に伝える、相手に分かりやすく伝えるという2つの側面があります。著者は自己中心的なアウトプットではなく、相手との立場、知識、関心を意識して話すことの大切さを強調します。これには、例え話や比喩、具体例の活用、論理展開の工夫など、多様なコミュニケーション技術が求められます。本書では、聞き手の反応を観察し、必要に応じて説明を修正する手法も紹介しています。結果として、ただ情報を伝達するだけでなく、共感や納得を生み出す対話ができるようになるのです。最後に、言語化の壁を乗り越えるマインドセット。多くの人は自分にはうまく言語化できない
というネガティブな思い込みを持っています。本書では、まずこのメンタルブロックを打ち破ることが大切だと説きます。言語化とは生まれ持った才能ではなく、誰でも訓練次第で伸ばせるスキルであることを、実力を教えて解き明かしています。また、失敗や誤解を恐れず、トライアンドエラーを繰り返すことの重要性にも触れており、うまく話そうとするよりも、すさもに言葉にしてみることの効果についても解説されています。これにより、読者は自信を持って言語化に取り組めるようになります。結論として、こうやって頭の中を言語化するは、自分の考えや感情を上手に言葉で表現できない方、あるいは相手に伝えることに悩みを感じている方に強くお勧めできる一冊です。特にビジネスシーンやプレゼンテーション、会議、さらには人間関係での信頼構築など、多岐にわたる場面で応用できる事件的なアドバイスが充実しています。本書を通じて言語化のジレを身につけることで、自分の考えや価値観を周囲にしっかり届けられるようになり、自信を持ってコミュニケーションを取ることができます。また、単なるテクニックの解説ではなく、日々の習慣に組み込めるトレーニング法や思考の整理書などが体系化されているため、雑学者でも手軽に時間を始められるのが特徴です。他の雷術と比べても、袴訓剤の実体験や具体的なケーススタディが豊富で、抽象的な理論に忠実せず、局長性のあるアドバイスにあふれています。言葉の壁を越えることで、新たな自分の可能性を発見したい方、より深いコミュニケーションを目指す方に最適な一冊です。自分自身の成長を実感でき、今後の人生やキャリアに強力な武器となる言語化力の、ぜひこの本で習得してください。ご支援いただける場合は、スワボク運剤、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。釣り後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。